冬場と夏場の水の入れる量が違ったりとか、1時間フロアタイムで休ませて、それで分割して、それでまた休ませて、成形して、発酵機に入れて1時間ぐらいで、また焼くのに20分なり30分かかるんで、普通の食パンでさえ4時間から5時間ぐらい。パン屋さんってパン自体がふわっとして柔らかいっていうイメージで、重たくないっていうイメージじゃないですか。だけどこれだけで2600、7キロ近くあるんですよ。それをなんて言うんだろう、ネバネバしてるんで、ネバネバしてるんで、ここから取るにしてもすごい力が必要なんですよ。なんか引き剥がさないといけない。そうなんですよ。形になるんです。こういう形にちっちゃく菓子パンの1個泡の生地に、でこれを解凍して成形するとみんなカレーパンになったりとか、カレー入れてあんこ入れたりとかっていうものに。やっぱり普通のパンみたくなんでしたっけ、生地が出来上がって休まして成形してるとなると、結局糖質が取られちゃうんで、焼く時にはもう力がなくなっちゃうんですよ。だからね、発酵する場合にもうああいうふうに冷凍しちゃって、
缶詰なんか低糖質の缶詰なんかどこも作ったこともないし、そういう、はい、で砂糖に関してもその抗菌作用があるっていうのもやっぱりやりながら分かってきた部分もあったり、いろんな人に東京都の知的財産のところに行って話してもらったり。でね、今糖質ゼロのビールがあったりとか、麺が糖質が半分だとか、いろんなのが出てる中でパンがそういうふうに考えられないっていうこともおかしいんじゃないの。ここまでセットして。ただ低糖質で体にいいんだわで来て、ただの本当の流行りもの、バナナ食べれば、朝バナナ食べれば痩せるとか、カレー食べれば、ね、頭が回転が良くなるとか、どうのこうのかって言ってたのと同じような認識でいるんで、じゃあうちのパン食べて、低糖質のパン食べて、じゃあおやつ何食べてんのって言ったら、もうめっちゃくちゃ甘いプリンとかね、街中行って何でしたっけ、ミルクティーの何でしたっけ、タピオカ、あれなんですよ、すごい甘くてでんぷんじゃないですか。しかもでんぷんの塊です。そうです、ああいうの平気で飲んで、私低糖質やってるんだみたいなことを言ってる人もいるし、うちも早すぎたのかなと思う部分もあるし、こういう特化したお店作っちゃって。やっぱり理解するのに、それ理解する側の知識も必要になってきますよね。そうなんですよ、そうなんですよ。やるんだったら本当にやっぱり勉強してもらいたいし、自分でも。で間違ったやり方、糖質制限って言ったらもうサラダしか食わなくても体が具合が悪くなったとかって、で糖質制限は体が悪くなるんだって言ってる人もいるし、いやそうじゃないでしょって。制限なんだから絶対取んないっていうわけじゃないんだから、それは間違いないんじゃないって。だから極端に変えたよくっちゃうんですよね。そうです、そうです。本当に野菜だけで、本当食物繊維だけで生きてるみたいな。壊しちゃいますよ、それじゃあ。で、なんで太るかっていうと、脂肪と糖質がくっついて脂肪になるんですよ。太るんですよ。だから糖質制限してる人でも普通にお肉食べてたりとか、ステーキ食べたって全然太らないんですよ。食べ合わせも気をつける部分がある。そうですね。だから本当に肉なんかいっぱい食べてもらいたいし、タンパク質で自分の体のことを守っていかないと。それじゃなくても糖尿病の人とかって年々増えてるし、予備軍も増えてるし、そうなったら本当になってからじゃ遅いし、病院先生もやっぱり妊娠糖尿病っていうのがやっぱり多いんですよ、若い子で。そうなんですか。でやっぱしちょっと前だと妊娠しました、糖尿病の妊娠糖尿病ですねって言われて、子供の声じゃ産めませんよって言われて、下ろしなさいって言われたりとか、そういうことになっちゃう。ある病院だと。あとはね、最近はやっぱ
言ってくれてるとこも炭水化物控えなさいとか、ここまで血糖値を移さないと子供を産めませんよとかって言ってくれるとこもあるらしいんですけど、だけどまだまだそうですね、浸透してないですよね。それで妊娠糖尿病になって子供産んで治る人もいれば、その糖尿病になっちゃったとかっていう人もいるし、その今の高校生とかね、タピオカ飲んでた子たちが大きくなったらどうなっちゃうんだろうなっていうのがすごい心配ですよね。だけど自分は自分で守んないと、自分の体のことなんかね、いくら夫婦でも分かんないじゃないですか。体調が悪いとか、がんのお客さんも今来ますしね。やっぱがんって糖が栄養だからね、なんか糖をあれ注射して、そこのところにがんが集まるじゃないですか。そこをピンポイントで潰すとかっていう治療法もあるじゃないですか、最近。本当ね、がんになった人とかでもね、なりそうな人なんかやっぱ糖質ってのはだから結局悪いものの栄養になっちゃうんですよ。これはね、昼間食べれば別にうちのパン買わなくても糖質制限やればやっぱ自分で守れるし、半分社会貢献みたいな感じでやってなっちゃってますけど。こういうのもこれ成形って結構粉とか使うじゃないですか、はいはい。でこれあんましつかない極力しないと、小麦粉自体が糖質があるんで、ああ、なるほど。で普通ねパンってベタベタしたりとかするんですよね。結構粉をバーって巻いてからそうやるじゃないですか、はい。これができないんで、それがあんまし。糖質の数値が変わってきちゃうんです。そうなんですね。
中入って。を優先として質問を聞いた方がいいですかね。はい。YouTube の方で編集していただける動画を今撮ってもらってるんですけど、じゃあ下堤さんからの質問を受けたいと思います。まずですね、お店を始めたきっかけというにもちょっとなぜパン屋さんをやろうという。パン屋さんはですね、もともと倉庫会社にいたんですけど、その倉庫会社の社長から空いてる店舗っていうか、やっぱり倉庫会社ってだんだん昔よりも、頼む方が少なくなってしまって、で大きなスペースがあったりとかして空いてしまってたんですけど、でそこの働いてた時の社長がもう店舗にしようと。で飲食業みたいなのをやりたいっていうことから、じゃあまずは知り合いの方のパン屋さんで修行させてもらって、パン屋とかレストランさんをやろうっていうのがきっかけで、パン屋の修行出たのがパン屋ということで、なんだろう、そのやり始めることになったんですけど、そのパン屋さんを何年か続けていた時に、結局リストラに遭ってしまって、そのリストラからパン屋を独立させてもらって、同じ場所でパン屋を、菊川なんですけどやることになったっていうのが最初ですね。でそのからこちらに移られたのは何年前ぐらい？去年一昨年か、一昨年になっちゃうんですけど、一昨年の5月かな、そうですね、4月までだったんで、あそこの菊川のところが。で5月にこっちに引っ越しをしたんですけど、もうすぐ店舗ができなくって、いろいろとそのお金の面とか助成金の面とかでなかなかお金を作れなくって、借りられなくて、ずっとそのお金を、蓄えてたお金を使って業者さんにも待ってもらいながら銀行とやり取りをして、で1年間ぐらいそんな感じでテラスで販売するようにしたんですけど、そのテラスを販売することから始まって、去年の5月にお店をオープンできました。それだけで苦労が満載だったんじゃないかなっていうの。もうなんかすごいですね。楽に生きてないかなっていうのはちょっと思っちゃいますけど。
で、普通の小麦粉のパンから、はい、こういうグルテンフリーとかいろんなもうちょっと大きい声がいいかもしれない。はい、いろいろ体に気を使われたパンに行き着くきっかけというのは。はい、ですね、菊川の方でやってた時に、やっぱお母さんたちと仲良くなったんですね。で、私もちっちゃい子供がいた時にはパン屋さんと仲良くしてた時期がありまして、で、その時は習志野に住んでたんですけども、その習志野の公園の近くにキリンっていうパン屋があって、今でもすごい思い出すんですけど、もう同じ年のお友達、女の子でも男の子でも、もうみんな一緒になってもう成長して、毎日10時に公園に行って、古墳公園っていうんですけど、古墳公園に行って、で子供たちを遊ばせて、でお昼になったらお弁当持ってくることか、じゃあ自分たちはパン屋行くねって言って、そのパン屋行って、でみんなでそこのパン屋でワイワイして、でまた公園に行ってっていうのを毎日やってたんですよ。で毎日やってて、パン屋さんってすごいなんかあったかくって、みんなで食べて楽しいっていうイメージがすごくあったんで、私もそのパン屋さんになったっていうことだったので、みんな食べてもらえるようにっていうふうに思いでやってたんですけど、そしたら食べられない子がいるっていうのが分かって、なんで食べられないんだろうと思ったら、卵もダメっていう方とか乳製品もダメっていう方とかいて、そうなんだって、その時に食べられない子がいるんだっていうふうに思うことは、やっぱお母さんと話をした時に、そうでも私が経験したそのみんなでパンを食べて、みんなで何かをする、みんなでっていう風な経験があった以上、そのキリンのパン屋さんに入れない子がいるっていうことがすごいびっくりしたんですよ。全然その時に何にも本当に分かってなかったんですけど、帰りたくても入れないし、買いたくても買えないお子さんたちがいるんだっていうのが分かったんで、そのお母さんたちに卵がないパン作れますかとか、乳製品がないパン作れますかっていう話を聞いて、主人と話をした時に、じゃあ作ってみようかっていうのが最初で、そのお子さんたちがちゃんとみんなが食べられるようにっていうのがあったんですけど、そこからなんか見方がちょっと変わったっていうのはあったんですけど、最終的に、いろんなお母さんとお話をさせてもらった時に、小麦粉がないパンを作ってくれって言われて、小麦粉がないパンって何って、うちパン屋だけど小麦粉がないパンっていうことを言われて、何でパンを作ったらいいんだろうっていうのが始まって、何でパンを作るんだろうというのをずっとこんにちは探してたら、襖に当たったんですね。で襖にあった時に、本当は小麦粉の皮なんでアレルギーの子は食べちゃいけないんですけど、とりあえず小麦粉でパンを作らなくてもいい粉だっていうことが分かったんで、一応襖っていうのを取り寄せて作ったんですけど、結局はその子たちにはアレルギーのグルテンフリーの子たちには食べさせられなかったんですけど、でもその襖っていうのは他に売ってなかったんですよ。でネットとかでも病院の先生とかが作ってたぐらいだったので、じゃあこれをやり始めようっていうふうに思ったのが、そのグルテンフリーのきっかけで低糖質っていうのが出ましたね。こんにちは、ありがとうございます。ちょっとね、病気の方用とか専用とかっていうよりも、私はやはり体に気を使った人がやっぱり食べた方がいいのかなと思って。そうですね、病気になる前にね、なってからこれを食べても治るわけじゃないですか。そうなんです。そうなんです。治りは治るものではないですし、食べたからといってダイエットになるわけではなくて、そのやり方がちゃんと分かっていただいた上のサポートとして食べていただけるように考えては作ってるんですけど、有名スポーツジム利用品とかいろいろなお話があったんですけど、やっぱりそういう企業様からの、問い合わせとかも結構多いんですか？そうですね、一番最初はもうすごい大手のところの、中に栄養士さんが、知り合いの栄養士さんから声をかけていただいて、すごく今有名な大手のところのスポーツジムのパンを
作らせてもらってたんですけど、もうそういうそのつながりですね。本当に管理栄養士さんとかとその低糖質のパンを広めるために私外に出てったんですよ。パン屋ってやっぱり来ることしかイメージがなかったと思うんですけど、もう低糖質のパンが何がいいのかどうしたらいいのかっていうのを分かってもらうためには、その仲間内じゃないですけど、その糖質制限っていうやられてる先生たちに会ったりとか、やられてる一般の方に会ったりとかして、いろんな方にもう会いに行こうって言って、ふすまパンをもういっぱい持ってこっちに来てください、あっちに来てくださいって言われてるところにはもうどんどん行って宣伝したっていうのはありますね。そういったところでもやっぱりその認知拡大というところでだいぶ苦労されてる。そうですね。でも本当に糖質制限の方たちも本当にその糖質制限って言われる前も10年ぐらい前からずっとあったんですけど、皆さんがつながりが強かったので、そこですごく広めていこうという気持ちがあった時代だったと思います。私もこの低糖質のパンがあるってこと自体は本当にみんなのパンさんで知ったというところもあって、はい、でもこういう知識があるとやっぱりちょっと皆さんに勧めたくなってしまうんですよ。こういうパン知ってるっていうなんかちょっと自慢したくなるという自慢ぜひちょっと親戚とか回った時なんかもそうですね、ネットショッピングをちょっと利用してもらって、もう本当にネットショッピング、いただけるというところが、今本当に便利な世の中になってますよね。そうですね、まだまだうちはね、ネットがね本当に遅くだったっていうか、もう本当お店に来ていただいてお話をさせてもらってっていう風なことをやってたんですよ。低糖質って何、ふすまって何っていうのがあったんで、売れるものではなかったんですね。で最初その低糖質のパンを置いたとしても1個も売れないで全部捨ててたっていう、毎日捨ててたっていう思いがあって、その毎日捨ててたんですけど、でもやめる気がなかったんですよ。主人もこれを続けていこうっていうのはもう2人でなんか決めたっていうか、もう別にやめる必要もないし、ずっとその認知ができるまで頑張ろうと思って、もう作っては捨てて作っては捨ててっていうのをもう半月以上やってたと思うんですけど、それが人とのつながりで、こういうパンがあるのねとかで、糖尿病の方とかともつながったり、最初はどういうふうに売っていいかっていうのも分かんないし、どういうふうなことだったか、低糖質って何だったかっていうのも本当に勉強して、こういうふうなことがあって、こういうふうな利点があって、血糖値を下げるためにはこういうふうにした方がいいんだっていうのを勉強させてもらって、で自分も糖尿病の予備軍だったので、そこが一番勉強するきっかけになったと。いらっしゃいませ、こんにちは。低糖質で先ほどお話しいただいた東日本大震災の話ですね。はい、ありがとうございます。そうですね、もう本当に糖質をオフすることでいろんな方とつながることで、やっぱ自信っていうよりも保存食がないっていうのを常々聞いてたんですね。で、ある程度自信も大きいのはあったりしますけど、東日本大震災までの間に来る時にはあったらいいよねって、低糖質で保存食でっていうのを考えなきゃダメだねって言ってたことがあったので、そうか、糖尿病の方とか病気の方には保存食って甘いものとかおにぎりしかないのかなっていうのはちょっと薄々思ってたんですけど、缶詰を作ろうとも一切思ってなかったんですけど、私が病気を抱えてて、病気なんだっけ、片頭痛なんですけど、その片頭痛の病院が新橋だったんですけど、新橋にいた時に、病院に通ってた時に被災にあったんですけど、その時の地震にあって、で、その地震の場所からここの、菊川のとこに帰るまでに一人で帰らなきゃいけないとか、何でも自分で判断しなくちゃいけない、どうやって帰っていいかも分かんない、
どうしたらいいかもわからないで、電車も止まる、もう状況が把握できないんですよ。車がもう目の前で止まって動かないし、バスも乗れないし、電車も動かないし、誰に何を聞いていいかもわからないしっていうのすごくなんか不安だったんですよ。だけどやっと携帯電話がつながってたので、携帯電話でももう電池もなくなる寸前だし、どういうふうにお父さんに聞いてもう道がわからない、どこの道を行っていいかもわかんないし、どこを曲がっていいかもわかんないし、だんだん暗くなるし、わあこんな悲しい思いするんだと思って、で自分はその時精一杯だったんで、家族のこととか親戚のこととかも考えて、そればっかしか考えてなくて、で主人と電話しながらやっと一皮について、で子供たちのこととか親のこととかも全部クリアして、大丈夫だよってなって、やっとほっとした時にそのものすごい映像を見て、こんなひどいことになってたんだっていうのを衝撃を受けまして、じゃあ、食べ物はどうしてるんだろうっていう風な段階に行くと、避難所だとおにぎりとかお菓子とかパンしか食べてないんだと、こんなひどいことになってるって思ったら、もう缶詰作ろうって思ったの。うちのパンを食べてもらえれば、糖尿病の方でも血糖値が、1食 20g っていうふうに私はずっとやってるので、それ以上いかないようなパンを作れば血糖値が上がらないし、病気のリスクも少なくなるだろうというふうに思ったのがきっかけだったんですけど、大変ですね。今でも苦労はしてますけど。先ほどお話ちょっと先に伺ったんですけど、直接的な被害で亡くなられた方以外にも、こういう食事が取れなくて亡くなられた方も結構いたという話を。そうですね、災害関連死って言われる、いろんなことが含まれてるんですけど、災害の関連したところは食生活もそうなんですけど、避難所でも亡くなられてる方も多いと。やっと助かった命なんですけど、その命もやっぱり避難所の生活とか、他の原因で亡くなられる方が実際に亡くなられた方よりも3倍だって言われているっていうのをお聞きしたので、やっぱりせっかく命が助かって避難所にいるにもかかわらず、食事がやっぱり病気のリスクがすごく多くなっているけども、それを食べるしかないような状態があったっていうのをすごく心に響くというか、ショックだったんですよね。もうそうなんだって、病気の方のことはもう本当に自分で何とかしろっていうふうに言われてるんだなって思ったら、できれば低糖質なパンじゃなくてもいいけど、そういう保存をするものを置いといてほしいなっていうふうにちょっと思ったですね。本当に思いましたね。時の映像とか見ると、書き出しとか支援物資ってものは一切病気の方関係ない。そうですね、皆さんも本当に一生懸命だったとは思うし、病気の方のことまでって言われてしまえばそれまでなんですけども、かなりの病気の方がいるんだっていうことは分かってる方が助かる命もあったんじゃないかなと。やっぱりそういう話を聞くと、こういうグルテンフリーな低糖質のものを作らなきゃいけないという使命感もやはり出てくるんじゃないでしょうか。もう使命っていうか、本当に作りたいっていう気持ちだけで前に進みましたね。作りたい、低糖質の缶詰を作ってそういうところに置いてもらいたいっていう気持ちになりました。そういった体が心配な方とかはやはり備えておいた方がいいなというのが私の今ふと思ったんですね。でもなんていうんでしょう、血糖値が気になる人とかもアレルギーの方っていうのはやはりもう常にやっぱりそういう備えが必要だなと。そうですね。なりのものを揃えておかないと。グルテンフリーの場合は米粉なんですね。米粉なんで血糖値が上がってしまうんですけど、でも米粉でもちゃんと保存をしなくちゃいけないと思いますし、低糖質の場合もグルテンが入っているので、その方には食べられませんが、タンパク質が多かったり食物繊維が多かったりするので、健康な方でも食べてもらえるんですよ。だから
健康な方でも選んで食べてもらえるし、全然食べちゃいけないものではないので、一緒にその糖質があるものと低糖質とアレルギー用のパンを私たちで作れたいなと思ってます。先ほどインスタのライブで、ご覧いただいたということで、さらにご来店までしていただいて、はい、よくご利用されるんですか？はい、私は特に疾患とかはないんですけども、太りやすいので体重とかに気をつけていて、で普段もうそれだとクロワッサンなんて全然カロリーが高くて食べられないっていうイメージなんですよ、ですけどこちらのクロワッサンを食べたら、もう本当にバターの香りもすごいし、ちゃんとクロワッサンの感じがあるのに糖質が2g 程度 2. ちょっとっておっしゃっても、そのぐらいで本当に安心して食べられるというか、もう私はここのクロワッサンしか食べられません。そうですね。はい、すごくおすすめです。もうダイエットの味方ですね。本当にそうです。ダイエットをしてる気がないのに糖質が制限されてる、はい、美味しいパンという。はい、もう本当に素晴らしいと思います。私も先ほどちょっといただいたんですけど、はい、歯ごたえとかも、はい、ね、もう全然糖質制限してるパンとは思えない。すごいですよね。びっくりしました。はい。嬉しいです。本当に嬉しいお言葉をいただいて。そうですね。はい、これはちなみに何日分ですか？朝に1個食べます。コーヒーと。はい。優雅な朝食になるかと思います。はい、そうですね。あと今日デニッシュ生地の耳も売ってたので、これも糖質がすごく低いそうなので、もう、はい、安心しておやつに食べたいと思います。いいですね。はい。我慢もせずにダイエットの気になダイエット管理ができるということですね。そうですね。あと体にもいいし、タンパク質も入ってたり、食物繊維もたくさん入ってたり、こちらのパンは本当に私の救世主です。ああ、なるほどですね。はい。ありがとうございます。ふずらも売ってたんですけど、自分の体調はもっとこんな感じ、もともと太ってたというか、もう全然痩せないと、はい、パン屋なんですけど、パン屋だから痩せちゃいけないわけじゃないですけど、美味しくないんじゃないかなとか、こういうふうに太っててパン屋ですって言った方が、なんか美味しさがっていうふうに勘違いしてたところもあるんですけど、でも結局パン屋だとしてもあまりいい食事はしてなかったんですよね。ご飯いっぱい食べて夜帰って食べて寝てっていうのをやってたので、もう結果としてはこういうふうに赤とか黄色とか結構いっぱいついちゃってたんで、でその時も糖質オフのパンっていうよりもふすまのパンを売ってたんですよ。でそのふすまのパンを売ってた時に糖尿病の予備軍だって思って、じゃあどういうふうに売るかっていう話になった時に、糖質制限っていうのをきっかけにもらって、本を一冊もらったんですよ。そのところにふすまパンっていうのがあったんで、そのふすまパンを食べて糖質を抑えることで血糖値を下げて、糖尿病の予備軍からっていう本があそこにあるんですけど、糖質制限ダイエットっていう、オレンジ色のやつの桐山先生の本なんですけど、はい、それをずっと読ませてもらって、じゃあ売り方なんですけど、そのダイエットっていうよりも、ふすまをどうやって売るかっていうきっかけになったのが今のここの状態だったんですよ。でこれはもう糖質制限をして1ヶ月目なんです。1ヶ月目で写真で、あとは本当に撮りたくないんです。もう体が太ってるし、綺麗にもなんないし、もう子供の服なんで、子供が着てもいいように男の服しか着なかったんですよ。もうかなり自分の体にコンプレックスを持ったので、この写真しかないんですよ。だけどここからもしっかり糖質制限をするって決めて、5ヶ月でここまでいったんです。すごいですね。5ヶ月糖質制限のやり方を本で一冊読んで、何度も繰り返して、ご飯を食べないとか、糖質オフってなんだとか、糖質制限ってどうしたらいいんだろうっていうのを、本をもう1ヶ月読み続けて、その後にやり始めたのがこの結果になった。でこの結果としても、続けていけるかどうかっていうのも試しにやらなきゃいけなかったので、
これからまた1年間はい糖質制限っていうのをはい理解しながらやっていって、結局18キロ痩せることができたんです。でもともと私はこんな風な病気をしてたというか、病気の種を持ってた、リスクがあった、だけど食事だけなんですよ。その食事でこの45キロまでに行きましたし、病気のリスクの3割に入った、ゼロの3割に入ったっていうことがきっかけで、こういうふうなパンも作るっていう強い意志に変わっていったんですけど、最初はもうカロリーの方で、6ヶ月やってみたんですよ。でも変わんないんですよ。ヘモグロビンも全然1個も落ちなかったし、体重は2キロぐらいは落ちたんですけど、でも全然私がそのカロリー制限と教えてもらった内容では、糖尿病からは脱出はできなかった、だけどこの糖質制限をすることで、この血糖値が落ち着いたというか、下がることができたので、それが一番のそのポイントだったんですよ。で、糖尿病のリスクから下がった、食事だけで下がったっていうことが実際に私の中であったので、それをやり続けているっていうのも一つの話で、皆さんにそれが提供できたらなっていう、糖尿病で亡くなったっていう話は しないんですよ、医学上で。合併症なんですよ。合併症ですよね、大体。でもそのきっかけになるのは糖尿病なので、糖尿病は食事を改善することで落ち着くというか、続けることでそのリスクが少なくなるっていうのはもう明確に現れてますから、もうここの本たちを見てもらうと、みんなやっぱり食事で改善しましょうとか、痩せるんだったら運動するのが一番なんですけど、運動できない方とかもいらっしゃいますから、その糖質を抑えることで透析になるリスクも少なくなりますし、いろんな方面でね防御ができるという思いがあるんですけども、そこを分かっていただいたらうちのパンには利点があるかなと。そうですね、こういうものに興味があってここのパンにたどり着く人、ここのパンを知ってからこういうものに興味を持つ人、どちらでもいいんですよね。そうですそうです、私も来るまではこういう糖質とかもやっとしたものしか知らなかったし、あんまり興味が探求心が出ないんで、そこまで調べたこともなかったっていうところなんですけど、今日はもう本当にいろんな体のお話も聞けて、でさらにパンがめっちゃ美味しいです。どうなんですか、パンと体のことってそんな結びつかないじゃないですか。そうですね。パン屋で体のこと言うところってあんまりないと思う。なかなかそうですね。健康を気使う人ってどうしてもなんか野菜だけにするとか。そうです、もうそれだと栄養失調。そうですよね、タンパク質はしっかり取らなきゃいけないんですよね。でも糖質制限するってしてるっていうふうに言うこととかが多いんですけど、それは違うんで、脂質もタンパク質もしっかり取ったのが糖質オフなので、食物繊維も取らないとかタンパク質も取らないとかっていうのは、それはカロリー制限として間違ったやり方ですね。糖質制限じゃないので、糖質制限で体がおかしくなったって言わないでほしい。ちゃんとした理由っていうかやり方を分かった上でやってもらえれば、そんなに体を壊すことはないと。そうですね、と思って